おはようございます。たかしです。本日は11月16日水曜日、ただいま7時35分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。最初に少しだけお知らせです。広瀬通商さんとのタイアップキャンペーンを継続中です。専用 URL から口座開設をいただくと、最大で55,000円のキャッシュバックがされます。スキャルピング専用の別口座を設けるのはありですね。お得なことはめんどくさがらずに、早めに実行しておくのがいいです。専用 URL は概要欄に貼ってあります。まずは冷やしからです。昨日の冷やしは上髭の陽線となっております。おとといの冷やしは上髭の陽線だったんですが、実体が小さかったんですね。で、昨日は実体がもう少し大きくはなってきてますが、おとといのこの上髭部分を実体で上抜けられてませんので、上値はかなり重いっていうのがわかります。現在はこの GMMA を下に抜けてきてますので、その GMMA が重しになっている、そんな印象ですね。ただまだ冷やしの GMMA のこの赤い帯の方が、この青い帯を下抜けてませんので、ちょっとそこがまだ下落への勢いが足りないところで、この青の GMMA の帯を赤の帯が下抜けてくると、そこから冷やし単位での下落トレンドに入っていくと考えられるんですが、今はこのままいくとこの辺付近での揉み合いレンジになってくるのかなという、そんな印象もあります。ストキャスティクスは今安値圏からゴールデンクロスはしてますが、マクディがまだかなり弱いんですよね。なのでこのまますんなり上げていくというイメージではなくて、この辺での揉み合い、もしくはこの辺からのじり下げみたいな、そんな印象ですね。ただ本日は昨日もそうなんですが、昨日のローソク足の実態、一昨日のローソク足の実態を見てると、やはり上方向への力が強いので、本日もう一度上昇する可能性というところも考えておきたいんですけれども、円高の方向に今少し動いてきてますので、円指数がちょっと上昇気味なんですね。となりますと、クロス円は下落方向に動きやすくなるので、昨日は強めの上昇をしてきて、それに対する下落が半分ぐらいまでというところで、上昇圧力が比較的強かったんですが、本日はここからの大きめの下落になっていく可能性というところもあります。で、円高に触れると、やはりクロス円ドル円っていうのは下落しやすくなりますので、その辺が分かりにくいんですが、今は上にも下にも行ってもおかしくないところにあるっていうのはイメージとして持っておくのがいいと思います。冷やしのストキャスティクスがゴールデンクロスしたからといってこっから押し目買いだという、そんなイメージではないので、今は GMMA の下に突き抜けてますし、そしてこの黄色のボックスの加減で実態を抑えられてますよね。なのでやはり基本的には下方向に行く圧力の方が強くなってくる可能性が高いなというのは思ってます。では4時間足です。昨日は4時間足のこのオレンジのトレンドライン付近まで上昇してきて、そこからの下落になってます。ただ下落しても結構反発が強いので分かりにくいんですけれども、直近もかなり長い下髭になってますので、もう一度本日は高値を目指しに行く可能性を考えてますので、昨日の高値ぐらいですね、166円ぐらい、この辺まで上げてきたところは再び戻り売りのポイントになってくると考えられます。ただこのオレンジのトレンドラインを上抜けてくると、次は1時間足の目線が上向きになりますので、そうなるとここからの押し目買いで、このオレンジの点線ぐらいまで上がってくる可能性、ここが4時間足の目線切り替えポイントなんですが、そこまで上昇してくる可能性が考えられますので、このトレンドラインを上抜けた時は一旦この戻り売りっていう目線はフラットにした方がいいと思います。ただ GMMA が反転上昇してこないと、このトレンドラインを上抜けても次の上昇にはつながりにくいと思います。上昇はするかもしれませんけれども、やはり下落しやすい試合というところで、今度はレンジの想定になりますので、上抜けたからといってすぐ上昇で押し目買いというイメージではなくて、 GMMA が反転上昇してくるのを待って、そこにサポートされればそこからの押し目買いみたいな、そんなイメージですね。現状はもしトレンドラインを上抜けても騙しで戻されてくる可能性もあります。冷やしの GMMA もここを通ってますので、それに抑えられて下落というところも考えられますので、なんとも難しいところに今はあるなという印象ですね。ロングエントリーをするのであれば、昨日の安値ぐらい、もしくはオレンジのトレンドラインを明確に上抜けて、そこからの押しを待ってからですね。ただ本日そこまでの動きをするとは考えられませんので、ロングエントリーをするなら昨日の安値付近まで来たところ、そこで下げ止まりを確認してからのエントリーっていうところでしょうか。逆にショートエントリーは昨日の高値付近というところで、昨日の高値安値ぐらいでのレンジの想定もしておいた方がいいと思います。
現在4時間足は GMMA は下向き、ただここにぶつかっても下げ渋っている感じがしますので、上抜ける可能性も考慮しておきたいですが、基本的には今下落トレンド中の調整の上昇にあるというところは覚えておいてください。そしてストキャスティクスは今デッドクロスしてますが、やはりあまり綺麗じゃないんですよね。綺麗じゃないゆえに下げにくいんだとも感じます。次ここから下落するのであれば、マクディのモメンタムがもう少し削られたところぐらいかなと思いますので、もし下落するなら本日後半ぐらいかなという感じもしますね。現在4時間足単位でも下目線ではあるんですが、結構反発の上昇が強いこのローソク足を見ていると、陰線より陽線の方が大きいんですよね。それがちょっと悩ましいところ、分かりにくいなと思うところです。それでもやはり下落トレンド中なので上値も重いんですが、やっぱり買い勢力もかなりあるっていうところで強い上昇が入ってますので、引きつけてエントリーしていかないと、中途半端なところでエントリー、ショートエントリーとかをするとそのまま上昇に担ぎ上げられるっていうことも考えられますので、その辺は注意が必要です。では1時間足です。このオレンジのライン、これが4時間足のラインにはなりますが、ここで昨日反発して下落してきてます。ただ下落したんですが、ここでは下髭が出て再びまた上昇に今向かってますね。この三角持ち合い、昨日の夕方のショートムービーで話しているんですけれども、これを上抜けた場合はそれについていくのは危険ですねみたいなことを喋ってるんですね。抵抗体が多いって言ってるんですが、それはここの1時間足の目線切り替えポイント、そして4時間足のトレンドラインで、昨日までここに紫の1時間足単位のトレンドラインを引いていたんですが、そこは上抜けてきました。その辺が抵抗になると考えましたので、ここから上についていくのは危険ですねという、そんなショートムービーだったんですね。で、結果的にここから下落してきてますよね。で、ここを上抜ける可能性もあったんですが、やはり上位足っていうのが今下目線になってますので、なかなかここを超えるのは難しい。ただ今ここをですね、この安値を更新せずに今上昇したら、次はここを上抜ける可能性がありますので、その辺は注意ですね。今はここで上昇トレンドを描いているんですね。で、安値をずっと切り上げてきてますし、そして高値も昨日更新してきてますので、基本的にはこの上昇トレンドが崩れるまでは上がっていくという考えです。そして日足でも言いましたが、本日もう一度高値を目指してくる可能性もありますので、今日もう一度この高値、昨日の高値を上抜けてくる可能性っていうのもあります。ただ上抜けてもそこが騙しになって下落してくる、上昇した後にすぐ下落ですねっていうシナリオも考えられますので、もしロングエントリーするのであれば昨日の高値ぐらいまでで利確しておくのがいいのかなと。そこを超えてきた場合はそこから上昇する可能性もあるんですけれども、現時点ではちょっとそこは難しいのかなと思っておりますので、一旦は昨日高値ぐらいまではいいのかなと思ってます。で、ここ4時間足のこのトレンドラインを上抜けた時は、次このオレンジの点線ぐらいまで上昇してくる可能性を4時間足のところで話してました。確かにここまで上がってくるかもしれませんけれども、そして今上昇の勢い結構強いですので、この上昇の勢いですよね、結構強いので上げてくる可能性がゼロではないんですが、個人的にはもう少し様子見をしたいなというところで、もしこのトレンドラインを上抜けた場合は、先ほど4時間足でお話ししましたように、4時間足の GMMA にサポートされるならいいですが、そうでない場合は一旦様子見と考えております。で、1時間足単位では今 GMMA が横ばいになってますので、ここでのレンジを想定しますので、下がったところで買い、上がったところで売りっていうのをしていくのがいいのかなと。ただ先ほども言いましたように、昨日の高値を一度上抜けてくる可能性もありますので、もし上抜けてきたらここでのダブルトップみたいなのをイメージしてのエントリーもいいかもしれない。ただどこまで上抜けるかが分かりません。もしかするとそのまま上昇に入っていく可能性もありますので、損切りをしっかり置いた上でのトレードをしていく必要があります。今はここに平行チャンネルが描けそうですね。こんな感じです。ちょっとこの平行チャンネルを上抜け、下抜けしているので、どこまでこのラインが反応するかはわかりませんが、一旦はこの平行チャンネル上限ぐらいまでっていうところを本日は目指す可能性。そう思うと、ここですね、166円のミドルぐらいまで上げてくる可能性がありますね。そこまで上げたところからは、また大きめの下落につながるかもしれませんので、今この下落に対して調整の上昇とも取れますし、ここからトレンドが変わっていくとも取れますので、その辺が難しいところですので、今はどちらにも行く可能性を考えてトレードしていくのがいいと思います。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップを始めました。初心者の方が少しでもスキルアップできるように丁寧な解説動画を毎週1本更新していきます。誰でもご参加いただけるようにコーヒー1杯ぐらいの価格にしてますので、たくさんの方のご参加をお待ちしております。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。
インジケーターの使い方解説ブログを書きました。現在このインジケーターを使ったエントリー手法のブログを書いている途中ですが、まずはこちらの基礎編をご覧いただきたいです。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。このブログを読んで、ご自身のチャートに当てはめて考える。それが使いこなすことへの第一歩になります。せっかく FX と出会ったのですから、確実に一歩ずつ成長していきましょう。